いつも沖のスタイルをご視聴いただきありがとうございます。今回はサムネイルやタイトルにもある通り、ゲイビデオに出演していた過去についてお話をしようと思っています。たまたまこの動画で初めてこのチャンネルを見てくれている方もいると思うんですけど、普段から見てくれている人にとって、そのサムネイルやタイトルでゲイビデオに出演してたんだっていうことを知ったとき、どういうふうに感じられたのか皆さんあると思うんですけど、その感情っていうのを一度ご自身の頭の中で、しっかり確認をしてから動画の続きを見てほしいなと思っています。人によっては軽蔑したっていう人もいるかもしれないし、どういう動画に出てたのか、ビデオに出てたのか、好奇心が湧いた人もいたと思いますし、やっぱりなんかビデオとか出てそうだよねって納得された方だったり、特に何も思わなかったとか、人によってそれぞれ違うと思うんですけど、それを確認した上で、最後までご覧いただけたら嬉しいです。はい、ということで皆さんこんにちは、沖野です。いつも通りの感じに戻ります。最初に謝らなきゃいけないことがあるんですけれども、先ほど申し上げたようなゲイビデオに出演していた過去というのは、そういう事実はございません。すいません、嘘ついて。今回サムネイルタイトル、最初のさっきの挨拶だったりとかで、なぜそういう、嘘をついたかっていうところなんですけど、今回はゲイビデオ出演について話したいっていうのは本当なんです。今回お便りをいただいて、それをお話しする際に、先にその文章を紹介するよりも、知ってる人だったりとか、もしくは好意を持っている相手だったりとか、パートナーとか家族とか、そういう人が実はゲイビデオに出たことあるんだよねって聞かされた時の皆さんの素直な感情をちょっとご自身で認識してほしかったので、あえてああいう冒頭にしました。で、今回たまたまなんですけども、ちょうど最近ですね、2つそういう大人向けのエッチなビデオに関しての質問相談が来てるので、その2つをちょっと読んでお話をしていこうと思うんですけど、一つはすごくシンプルです。拓也さん、男性40歳の方から、沖野さんは AV に勧誘されたことはありますかという質問をいただきました。36年間ぐらい生きてきて、ゲイビデオに勧誘されたことは一度もないです。これは YouTube 始めて今4年になるんですけど、特に YouTube を見て声かけられるっていうこともないですし、それ以前に例えば X、旧 Twitter ですよね。そういうのをやってたりして、っていうのでも特にスカウトされたりとか誘われたりっていうことはなかったです。YouTube 始めてどっちかっていうとパパ活とかの方が多いですね。年齢上の方はもちろんなんですけど、20代の方から何万円出すんで、やってくれませんかみたいな。そっちの方がどっちかっていうと多いぐらい、アダルトビデオ、ゲイビデオに関する勧誘は今のところは一回もないです。で、もう一つのお便りが今回お話ししたい、本題にはなるので、2つ目のお便りも読ませていただきます。お送りいただいたのは、エイパムさん、男性40代の方からです。沖野さんこんにちは。いつも楽しく動画拝見しています。自分は昔ゲイビデオに出ました。理由は興味本位と若いうちに経験してみたかったからです。ゲイ向けの飲み屋に行くときに周りの反響を聞いたりするときもあります。その時はリアクションがうまく取れなくて微妙な反応になります。自分もその時の過去を振り返るとき、恥ずかしい気持ちになる時があります。でも堂々と生きていっていいですよね。というお便りです。ありがとうございます。エッチなビデオ普段皆さん見ますか？沖野は見ます。見ますが、その一人一人にフォーカスすることがないというか、その人がどういう経緯で出たかとか考えることないでしょ？こんなビデオに出やがって毛がらわしいやつだとか思って見ることないじゃん、多分。と思うんですけど、実際にじゃあ出てるっていう人が周りにいた時に皆さんどういう風に感じるのかなっていうのを今回ちょっと聞いてみたくて、冒頭のああいうちょっと挨拶だったりサムネイルの作りになってます。堂々と生きていっていいですよねっていう問いに関して言うと、これはいい人ぶりたいとかではなくて、純粋に堂々と生きていってって正直に思ってます。でもその一方で今回お話しするにあたりちょっと難しいなって思ったのが、自分の例えば気になる人、付き合ってる相手に実は過去にこういうの出たことあってってカミングアウトされたりとか、もしくは自分の家族とかがそういう風なビデオに出てましたって言われると、やっぱりちょっとなんかショックだと思う。で、ショックの理由って何なんだろうって考えて2つあるんですよね。一つはその自分の愛する人がこう全世界に向けて肌を晒してるというか、っていうのと、いわゆるお仕事としてセックスをしてるっていうことが、ちょっと自分の感覚からするとちょっと耐えられない。好きな人、大事な人だからこそ、そういう行為を世に発信されてる、見られる状態になってるっていうのが、単純に辛いとか、悲しいとか、寂しいとか、そっちの気持ち。で、これがほとんどその感情。
ちょっとショックだっていうことの理由だと思ってるんですけど、その一方で、ちょっと軽蔑したり、見下したりしてる気持ちって、1% もないですかって言われたら、自分自身で1% もないよっていうのは、ちょっと自信を持って言えないかなって正直思ってるんです。頭で考えた時に別にそういう職業として存在してるのもわかるし、自分自身がそういうビデオを見て、いわゆるお世話になってるっていうこともあって、一人一人をそんな見下してるつもりはない。けど、じゃあ目の前にそういう人が現れた時に、どこか軽蔑する気持ちがないのかなって思ったら、ちょっとわかんないなっていう。表面上はないよ。いちいちそれを言葉に出すこともないし、でもその一方で、そのショックだっていうことの中の理由の一つに、それが 1% もないかって言われたら、ないつもりだけど、本当にそうなのかなっていう言い切れない自分が正直いて、今回で言うと、エイパムさんって、わかんない。たまたまもしかしたら自分の知り合いが名前書いてね、送ってきてくれてるかもしれないけど、多分知らない人なんですよ。結局知らない人だから、堂々と生きていってくださいって、心から思えるんですよ。心から思えるけど、例えばですけど、マッチングアプリで知り合って、そろそろちょっと告白してみようかなって思ってる相手から聞かされたら、もしかしたら告白しようっていう気持ちがちょっと変わっちゃう可能性があるって正直思いました。難しいんですよね。自分に関係ない場合はさ、いろいろ言えるじゃん。これカミングアウトもちょっと近いかなと思ってて、その LGBT とか、そういうことね。LGBT にめちゃくちゃ理解のある人がいたとする。でもじゃあその人が自分の息子や娘が実はゲイなんだよねとか、レズビアンなんだよねって聞かされた時に、そうなんだ。今のままでいいんだよって言ってくれるタイプなのか、いざ自分の近しい人からそれ言われたら、やっぱりちょっとショックで、なんで自分の息子が、娘がって思っちゃう人って一定数いると思ってて、でもその人が悪人かって言われると、またそれもちょっとなんか難しいよねっていう話で、なんか自分もちょっとそれに近いのがあるかもって思ったんだよね、このテーマで送ってきてもらった時に。関係ない人だから、素直に堂々と生きていってって言えるけど、じゃあ自分の彼氏がいたとするじゃん。いないんですけどね。もう9年間ぐらいいないんですけど、もし彼氏がビデオあの人出てたよって友達とかから聞かされたらさ、その瞬間めっちゃうろたえると思う、正直。堂々と生きていってほしいっていうのはめちゃくちゃ本当の本心なんだけど、じゃあその自分のめちゃくちゃ近しい人にそれを言われた時に、本当にそういう差別感情なく答えられるのかっていうのが、ちょっと正直自信ないなと思って、この動画で喋ってます、今。はい、ただちょっと思うのは、自分がそういうちょっといい人ぶってるとか偽善者とかって言われたとしても、その差別感情をあんまり表に出すような人にはなりたくない。これは何においてもそうなんですけど、建設的な意見だったらまだわかるけどね。仮に沖野がね、過去にビデオに出てましたってなった時、サムネイルを見てちょっとショックを受けたりとか、最初の冒頭の挨拶でもう心臓バクバクしながら見てくれた人ももしかしたらいるかもしれないけど、素直にどう思ったのかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。一つ確実にこれは言えるなって思うのは、今出ようかどうか考えてる人、ゲイビデオをちょっとデビューしてみようかなって興味あったりとか、お金がないとか、いろいろな理由で出ることあると思うんですけど、最近だったらオンリーファンズみたいなさ、個人でやってるようなものもあるんで、昔よりカジュアルにそういうとこになんか出られる状況になってると思うんですけど、やっぱり一時期の好奇心とか、ちょっとお金が欲しいとかで本当にそこに入っていっていいのかっていうのは、しっかり考えた方がいいかなって。それだけはね、確実に言えると思う。世の中には、そういう風な軽蔑してますよ。汚らわしいと思ってますよ。そういう人も正直確実に存在してると思います。なので、そういう人もいるっていうことを分かった上で、本当にそういうものに出演してもいいのかっていう、そこだけはね、しっかり考えてからの方がいいかなと思います。だってさ、人によっては YouTube 出てるのすら嫌だっていう人いるんだよ。マッチングアプリで知り合った人が YouTube 出てたらもうそれだけでなしみたいな人も世の中多分いる。なんだったら沖野スタイル普段から見てくれてる人はさ、アンダーウェアのルックブックってあるでしょ？ああいうのだって人によっては嫌じゃん。自分の彼氏が人前で下着姿になってる。全世界に向けて発信されてる。それですら嫌な人いるでしょ、正直。ってことを考えたら、やっぱりそういう SNS での発信もそうだし、ゲイビデオ出演もそうだし、どこまで自分が自信を持って堂々とやっていけるかっていうのを考えた上で挑戦してみるのが、まずはいいのかなって思います。やっぱりいろいろ考えた上でも後悔することって人間あると思うんですけど、それでもやっぱり気軽に手を出すっていうものではないかなと個人的には思います。なんか不思議なのが、風俗嬢に説教するおじさんみたいな、たまに SNS でそういうのバズったりとかしてますけど、誰かの役に立ってるかっていう意味で言うと、役には立ってる職業だと思うんですけど、やっぱりなんとなく蔑まれるというか、見下されるような傾向があるなっていうのは、やっぱり肌感でちょっと感じてしまうので、なんか難しいですね。なんかスパッと答えが出るようななんか話題でもない気がしてて、ぜひ皆さんからいろんな意見をお伺いできればなと思っておりますので、過激すぎる表現はちょっと控えていただきながら書き込んでいただけると嬉しいです。
いいねとチャンネル登録、あとはメンバーシップもやっているので、興味のある方はそちらもチェックしてみてください。それでは、バイバイ。